盆栽からしたらもったいない松盆栽生産日本一の高松の盆栽園北谷養泉4代目北谷隆一です。今回のテーマはですね、この目の前にある黒松なんですけど、うちのね YouTube の撮影のスタッフさんのお家にね自然に生えてきた松なんです、もともとはね。でそれをだんだんこう針金かけたりね、枝いいところを選んで剪定したりとかしながらかなり良くなってきてたんですが、この状態、これもう普通の今5月初旬なんですけど、今の時期だったらこんな状態であったらダメなんです。本来はね、もっと葉っぱが緑で、その新芽、真ん中の新芽がねビューッと伸びてね、新緑の季節が近いなみたいな感じのところにね、この赤色だったりね、薄い黄色か緑かわからんこの状態がねかなりよろしくないんですね。その状態をこれをねどうにか直せれたらなと思って、考えて、で今日からね1週間ぐらい前に持ってきていただいたんですけど、その時にとりあえずねなんかダニっぽい虫がねついてたんで、殺ダニ剤はかけてやったんですね。で今はもう、それこそ見た感じそういう黒い点々というかね、ちっちゃい虫みたいなのはいなくなってる感じなんですね。一応ダニっぽいものがちゃんとダニで、それが薬剤散布で駆除できたかなと。ただ色はどんどん悪くなっていくと。でこの木のねこうなった原因考えますと、5月初旬で芽が伸びてないってことは多分芽が伸び出すのがねやっぱ3月中ぐらいからだと思うんですけど、その伸び出す頃かちょっと前ぐらいにもう何か原因があったと思うんですね。もっと最近に原因があったらもうちょっと芽が伸びてたはずなんで、だからそのまだ寒いと言われる時期に、水が多すぎたのかなと。で水が多すぎて根が傷んで、傷んでしまえばそこからは今度逆に水少なめにしないといけないところを、多分ねうちのスタッフさんなんで僕が水はやりすぎぐらいでちょうどいいって言い過ぎたんで、なんだろうな、調子が悪くなって水少なくしないといけないとこでもまともにたくさんの水をやられてたのかなという、で今この状態になったのかなという感じがします。でちょっと寄っていただいて、この鉢の穴がねちょっと黒ずんでるんですけど、これ1週間前に見せていただいた時にちょっと土っぽいのが溜まってたんですね。でそれを軽くは取ったんですけど、そういうその水はけの悪さも原因にあったのかなと思います。はい。でその水はけの悪さ、水のそれによって水がちょっと量が多すぎるような状態になったりするのと、ダニに感染してダブルでねちょっとこの子の症状悪くなったのかなと。でダニはもうやっつけたので、次この水はけの悪い鉢をね変えようかなと思います。こちらプラスチックの大きめの鉢ですね。でこれ留める用の針金も入れてますけど、でちょっとこれ見ていただいて、穴がいっぱい開いてます。これだけ穴が開いてたらやっぱ水はけがかなり良くなります。はい、ちょっとこれ比べてみましょうか。この鉢のね抜けるその水の抜ける穴の量が増えたらやっぱそれだけ水はけが良くなって、新陳代謝が良くなって、もしかしたらかなり危ないんですよ。もしかしたら戻るかもしれないと。なんで今日ちょっとその、水はけを良くするための植え替えの作業をしてみます。でこういう場合の植え替え、上がかなり弱ってるんで、まともに根をバシバシ切った植え替えはかなり危険ですんで、もうなるべくね根を切らずに形そのままで優しくこちらにね植え替える、やり方というか、だから皆さんからしたらその弱ってる木を植え替える時はこれぐらいの感じで植え替えるんだなっていうんで見てもらったらなと思います。はい、で今から作業していきます。はい、では早速ねこの木を鉢から抜いていきます。まずは
もうこれ簡単に抜けちゃう。これ中まあ枯れかけなんでね、根が腐るような状態にはそらなるんはなるんですけど、いつからこの傾向になってきたかというとこですね。匂いはよくわかんないなまあこれで軽くね、これ底の網ぐらいは、取って軽く切ろうかな。ごめんなさい。もうあんまりねガシガシ砂を落とすとかじゃなくて、この細かいね鉢の形をしてる部分ぐらいを軽く切除切るぐらい。どこまで行って良いものか難しいですが、これぐらいにしとってみようかな。もうこれぐらい、もうあんまり取らない。はい。でこれはまあ置いといて、次このね鉢にちょっと粗めのね軽石、これがまあ水はけよくするのと、まあ大きい粒でね下の穴から砂がこぼれ落ちないような、まあそこに敷く網のような代わりもしますね。でこの上に少し砂をのせて、どうかな、こんなもんかな。でちょっとちゃんと入れて、針金で木をちゃんと固定します。どんな植え替えでも必ず木は固定しとかないとぐらぐら揺れて新しく出てくる根がね育ちにくくなるんでね。で針金やっぱり2本ぐらいあるとかなり安定感ありますね。これだけ固定できたら大丈夫で、余分な針金を切って怪我しないようにちょっと寝かして、で隙間ができないように砂をしっかりねこんな感じ。これでまあさっきよりかかなり水はけが良くなったと思うので、これでね程よく湿って程よく乾いてっていう繰り返しで
よく乾くっていう方が大事になってきます。はい、それでかなり危ない状態ですけども、もしこれ復活できたらいいなという、これが一番ね、殺ダニ剤やってからね、ダニをやっつけてからのこの水はけを良くする、かなり優しめの植え替えをして、これが最善だとは思うんですね。はい、この木をね、この鉢に植えずに畑にね下ろす、地面に下ろすっていうのもいい方法ではあるんですけど、今が5月なんでこれから夏を迎えるんですね、成長期。特に成長期真っ只中なんで、その中の畑での水管理の方が難しいだろうと。もし今が10月11月ぐらいだったら畑に下ろしてもありだったかなとは思います。はい、だからそういう判断をその時期によって変えるっていうのもありなのかなと。そうですね、これから夏いっぱい水やるのにやっぱりこのさっきの鉢の中にね溜まるような水やりじゃなくて、こう抜けていくようなね水やりがこれからしていったら、ひょっとしたら良くなるかもということで、はい、こんな感じで枯れそうな盆栽をね、とりあえず最善を尽くして、どうにかね復活してもらおうと、そういう回になりました。はい、本日は以上です。またね、これ経過報告、枯れたにしろ復活したにしろまたさせていただけたらなと思いますので、それまたねお楽しみにということで、皆さんも枯れないように祈っていただけたらなと思います。では本日は以上です。盆栽からしたらもったいない北谷4004代目北谷隆一でした。チャンネル登録高評価メールマガジンもよろしくお願いします。